霊界通信小桜姫物語浅野和三郎著17第二の修行場。私の最初の修行場、岩絵の中での物語はひとまずこの辺で区切りをつけまして、これから第二の山の修行場の方に移ることにいたしましょう。修行場の変更などと申しますと、現世式に考えれば随分億劫な、何やらどさくさしたうるさい仕事のように思われましょうが、こちらの世界の引き越しは至極あっさりしたものでございます。それは場所の変更と申すよりは、むしろ境外の変更、または気分の変更と申すものかもしれませぬ。現に岩絵にしても、最初は何やら薄暗い陰鬱なところのように感じられましたが、それがいつとはなしにだんだん明るくなって、しまいには全然普通の明るさ、少しも穴の中という感じがしなくなり、それにつれて私自身の気持ちもずっと晴れやかになり、外へ出かけてそぞろ歩きでもしてみたいというような風になりました。確かにこちらでは気分と境外とがぴったり一致しているもののように感じられます。ある日、私がいつになく統一の修行に飽きて、岩屋の入り口まで何とはなしに歩み出た時のことでございました。ひょっくりそこへ現れたのが例の指導役のおじいさんでした。そなたは外へ出たがっているようじゃな。図星を刺されて、私は少し決まりが悪く感じました。おじい様、どういうものか、今日は気が落ち着かないで困るのでございます。私はどこかへ遊びに出かけたくなりました。遊びに出たい時には出ればよいのじゃ。わしが良い場所へ案内してあげる。おじいさんまでが今日はいつもよりも晴れ晴れしい面持ちで誘ってくださいますので、私も大変嬉しい気分になっておじいさんの後について出かけました。岩屋から少し参りますと、もうそこはすぐつま先上がりになって、右も左も杉や松やその他の常盤木のしんしんと茂った相当険しい山でございます。限界の景色と同一かとおっしゃるか。さようでございます。格別違ってもおりませぬが、ただ限界の山よりは何やら奥深く、神錆びてものすごくはないかと感じられるくらいのものでございます。私たちのたどる小道のすぐ下は薄暗い谷になっていて、茂みの中をくぐる水音がかすかにさらさらと響いていましたが、気のせいかその水音までがなんとなく沈んで聞こえました。もう少し行ったところに大変に良い山の修行場がある。とおじいさんはみちみち私に話しかけます。多分そちの気に入るであろうと思うが、ともかくも一応現状へ行ってみるとしようか。どうぞお願いいたします。私はただちょっと見物するくらいのつもりで軽くご返事をしたのでした。間もなく一つの険しい坂を登り詰めると、そこはやや平坦な崖地になっていました。そして辺りにはとても枝ぶりの良い見上げるような杉の大木がぎっしりと立ち並んでおりましたが、その中の一番大きい老木にはしめ縄が張ってあり、そしてその傍らに白木造りの小さい建物がありました。四方を板囲いにして、わずかに正面の入り口のみを残し、中は3坪ばかりの板敷き、屋根は丸みのついたこけら葺き。どこにも装飾らしいものはないのですが、ただすべてがいかにもかむさびて、屋根にも柱にも古い苔が厚く蒸しており、それが塵一つなき、あくまで清らかな環境としっくり溶け合っておりますので、実に何とも言えぬ落ち着きがありました。私は覚えず叫びました。まあ、なんという
結構なところでございましょう。私、こんなところで暮らしとうございます。するとおじいさんは満足らしい微笑を老眼にたたえて、おもむろに言われました。実は、ここがそちの修行場なのじゃ。もう別に下の岩屋に帰るにも及ばぬ。早速中へ入ってみるがよい。何もかも一切取り揃えてあるから。私は嬉しくもあれば、また意外でもあり、言われるままに急いで建物の中へ入ってみますと、中央正面の白木の机の上には、果たして日頃信仰の的である例の御鏡がいつの間にか据えられており、そしてその脇には、私の母の形見の懐かしい懐剣までもきちんと載せられてありました。私は我を忘れて、ご神前に拝祈して、心から感謝の言葉を述べたことでございました。大体これが岩屋の修行場から山の修行場へ引き越した時の実況でございます。現世の方から見れば、一辺の夢物語のように聞こえるでございましょうが、そこが現世と幽界との相違なのだから、何とも致し方がございませぬ。私どもとても幽界に入ったばかりの当座は、何やら全てが頼りなく、またあっけなく思われて仕方がなかったもので、しかしだんだん慣れてくると、やはりこちらの生活の方が結構に感じられてきました。わずか半里か一里の隣の村に行くのにさえ、やれ友だ、乗り物だ、お召し替えだ。半日もかかって大騒ぎをせねばならぬような、あんな面倒くさい現世の生活を送りながら、よくも格別の不平も言わずに暮らせたものである。私はだんだんそんな風に感じるようになったのでございます。いずれあなた方にもその味がやがてお分かりになる時が参ります。